4個ある。こっちの電源つけたら勝手についた。おお、出てきた。おお、今多分これ冷房モードで今16度設定になって。あ、本当だ。室内温度が。だって寒いもん。室内温度がもう18。冷た。これも今見たら新しくなってて。断熱材がここのダクトの出口がここにあって。すごいこれ。どこにいるんだ。ちっちゃい方がこれかな。おはようございます。おはようございます。斉藤ですけども。はい、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 沖縄みたいになってきた。間違えた。はい、本日なんですけども、はい、夏のですね、車中泊の課題と対策。もうそんな季節か。そう、毎年のことなんですけども、今年もやってまいりましたね。暑くなるんでしょうかね。ね、今日とかもまあ比較的過ごしやすいんですよ。23度4度ぐらいかな。いきなり暑くなるじゃん。いきなり来る。で、昨日も30度ぐらいあったんだよね。だったり、いきなり3、4日前まではストーブ使ってたのに。使ってた。家でですよ。もう寒くて。キャンプじゃないんだよ。家で3、4日前までストーブ使ってたのに、いきなり冷房使うという。春と秋はないんですかみたいな。もう本当に一番好きな季節なのにもうなくなりそう。で、毎年毎年夏のね、車中泊がしんどくなってるんですよ。まあキャンプもそうなんだけど、今年もね、いつもお世話になっておりますエコフローさんの方から新作のポータブルエアコンとポータブル冷蔵庫お借りしておりますので、こちらのね、レビューをねしていきたいと思います。楽しみですね。はい。うちはいつもエコフローさんのエアコンは毎年見させてもらってるんだけど、毎年ね、新型が出てくるんで。すごいですよね。今年はウェーブ3という新型になります。3作目。パワーもね、アップし、カラス。パワーもアップして、新作が出たということで、はい、レビューをしたいんですけど、まあちょっとね、性能チェックができるかどうかと言われると、まあそもそも今が23度ぐらいなんで、まあいつもね、真夏のやっぱり前に商品のね、新作をそうなんですよ。出すのが、動画を出すからね。で、動画を見てくれてる方も、真夏にレビューしたところで、もういらないってなっちゃうから、まあこの季節にどうしてもなっちゃうんですけど、またね、真夏の実践編、エコフローさんの方がやってほしいという要望があれば、やりたいんですけど、僕らも。そうですね。なかなかね、毎年この季節になっちゃうっていうのはあるんですが、ちょっと持ってきてみますので、エアコンと冷蔵庫2つ、ちょっと見ていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あいつがバボ。来ました。こちらがエコフロー、ウェーブ3でございます。かっこいいですね。かっこいいよね、毎年のことながら。本当に。裏側に回してください。こちらがですね、去年よりもパワーアップしたということで。うわー、楽しみ。なんかいろいろハイテクになってる気がする。こちらが、ウェーブ3でございます。もうね、ちょっとね、最近は機能が多くて、もう覚えきれないので、ちょっと資料見ながらね、説明したいと思います。まず、冷房能力なんですけども、前回のウェーブ2が 1.5 キロワット。キロワットだから1500ワット。で、今回の、ウェーブ3が 1.8 キロワット。1800ワットになってるということで、冷房能力も 20% アップしてるということですね。これいつもすごいなと思うんだけど、エコフローさんのポータブルエアコンは暖房も使えるという。ね。前回もあったけど、2キロワットの暖房も使えますと。6畳以下の空間温度を15分で9度上昇させる。すごい。で、冷房の方は6畳以下の空間温度を15分程度で8度下げる。この手のポータブルエアコンは、車中泊しててもそうなんだけど、なかなかこう、炎天下の車内を快適にするっていうのは、なかなか難しいんだよね。なんですけど、車中泊の時に夜寝るためにとか、テントの中で快適に寝るためにみたいなのにはすごく適してるんじゃないかなという感想なんですけど、どうですかね。いや、もう本当に何回もこれは、何回も、自分たちが、計測の仕方が間違ってるかもとか思って、本当にいろんな方法で、ありとあらゆる方法で検証したけど、
こうめちゃめちゃ暑くなっちゃってる車内を一からスタートで冷やすのは難しいなっていうのはもう思い知りました、結構。まあもちろんこれは車に限ってのことだったり、テントに限ってのことなんですよ。だから例えば断熱性能がすごく効いてるキャンピングカーで使うとか、さらに言うともっとちっちゃい軽キャブコンとかで使うとか、だったら効き目がまた違ってくるとは思うんだよね。だからあくまでも断熱性能にも左右されるから、その難しいところではあるんですけど。そうですね。でもこう編み出したのは、こう車で移動してきて止まるじゃん。夏じゃん。もうエアコンつけて走ってきてるじゃん。その冷えたままつけたら、もうめちゃめちゃすごい。めちゃめちゃ快適。だから炎天下の中でも全部カーテンを閉めて、断熱シェードもして、走行してきて冷えてる車内を維持させるみたいなことは真夏でもできたんですよね。できました。ウェーブ2でもそれはできたんだよね。はい。なので、まあそれよりもね、さらに性能は上がってるということなので、それからですね、どこでも快適空間キープ。最長8時間のワイヤレス連続稼働ができると。別売りのバッテリーパックを買うと、この電源をね、これに繋がなくても単体で8時間のワイヤレス連続稼働ができる。最長ね。ということなんで、ちょっとそれも持ってきてみましょうか。はい。こちらですね。ほうほう、すごい。はい。これが、バッテリー。専用バッテリーになります。だからこれを下に装着するのかな。こうかな。こうだ。カチャンってなった。はい。まあ重くはなります。これかな。これで電源を連動させると。そうすると、多分これ自体も充電はできる。もちろんできるから、これで今こいつのバッテリーが、4個あるね。4個ある。あ、もうついた。こっちの電源つけたら勝手についた。おー、出てきた。すぐついた。今多分これ冷房モードで今16度設定になってますね。そんなうるさくない。うるさくないね。ここが液晶ですね。で、ちなみに多分これが設定温度。で、ここが室内温度ですね。どれぐらい冷えたかっていうのが分かりやすいよね。そうだね。で、これ多分 9.5 時間動かせますっていう感じなのかな。はいはい。このバッテリーのままいくと。いや、十分じゃない？十分。そんな動くなら。すごいね。すごい。あれ、設定温度を変えれるってことですね。そうですね。強さだ。風量だね。温度こっちだ。うわー、まだ強くなるんだ。結構強いけどね、風。ここまで強くなります。すごいすごい。だって、すごいよ。これをやったらわかる。すごいね。なるほど。ここと後ろのここが排気になってますね。排気と吸気か。こっちが吸気かな。上が排気ですね。だからこれで逆向ける感じで、はい、これで逆向けて冷たい空気を中に入れて、熱くなった空気を外に出すっていう感じなんですけど、もちろんここにダクトがつくんで、排気ダクトを持ってきてみます。はい。めっちゃあったかい空気が出てくる。本当だ。でもこれで今やっぱりマックスにすると連続運転が 3.2 時間になってます、ね。どんどん下がってくる。本当だ。室内温度が。だって寒いもん。室内温度がもう18。冷たい。冷房。すごい。今こっからね、暖かい空気が出ちゃってますと。で、これをダクトで出せるんですよね、こういう。これも今見たら新しくなってて、断熱材がすごくない？すごい。断熱材が中に入ってるんですよ。本当だ。これ今まで多分ただの筒だったんだけど、ウェーブ3からはこれが全部断熱されてます。めちゃくちゃいいやつになってる。すごい。で、これダクトで出すにはこのジョイントを使うんですけど、簡単にはまると思うんだけど、こうか。いけた。これは後ろかな。うわ、冷たね、冷たいよ。目標温度に達成いたしました。もう16度になった。16度になった。早い。これ真夏だとうまくはいかないんですけどね。まあね。ついた。簡単。ここにダクトをつけて、はい。こう伸ばしてって、このあったかい空気は外に逃がすっていう感じですね。
吸気も必要なんですよ。新しい空気を吸気しなきゃいけないんだよね。だからそれも一緒に外から持ってくると。確かにこの熱い空気をね、断熱することで、多少このパイプがね、ダクトからの熱が発生しないっていう。なるほど、なるほど。そしてエコフローといえば、スマホアプリ管理。そうですね。はい。それもついてますので、スマホのアプリで、温度設定をしたり、この室内温度確認できるんで、ワンちゃんがお留守番するとかも結構安心かもしれない。今何度っていうのが分かるとね、いいですよね。はい。Wi-Fi もつながるのかな？ Bluetooth だけだと管理できないですけど、遠くから。すごいよ。バッテリー残量とか、水タンクレベル。これ、そっか、すごいね。水タンクが入ってるのか。ドレンホースもありますから。外にも出せる。外にも出せる。ドレンで出すのは出すんだよね、でも。水がでも発生してこないですね。こう傾けても、まだ出てこないね。風量がちょっと強くなってるんだ。やはり。強いもん。風量が強くなってる。このバッテリーパックは 1kW のバッテリーが入ってるみたいですね。1000W 級のバッテリーが入ってるということで。でもそれで結構動かせるんですね。すごいな。で、これって今車内で機械を使って、あったかい空気を外に出してるじゃん。これ逆パターンも一応できて、例えばテントとかで使う場合、なかなか場面は限られてくると思うんだけど、本体を外に出して、ここから出てくる冷たい空気をダクトで持ってくるってこともできるわけよ。で、これがついてるんだけど。なるほど。そうそう。これを、この吹き出し口にセットして、こう、外から冷たい空気を持ってくるっていうこともできると。なんか屋根とかがあるならね、本体を外に置いといてっていうのもできるけど、まあ、あんまそのやり方でやったことないから。トランクボックスに入れといて、外に置けば、まあ、車内のスペースは広がるけど、なかなかあんまり、そんな使わないかな。しかもなんか、結構なんか前よりしなやかだわ。ね、スムーズ。これ結構こう曲げるのね、大変だったんですよ。ガガガガガガみたいになるんだよね。そう。すごい、シュンってなる。うわ、マックスって押したらすごい、すごいことになった。やっぱ風力すごい。今まででやっぱ一番強い。すごいわ。室内が14度になっちゃった。寒い。すごいこれは。この威力すごいいい。最後にちょっと専用パーツがもう一個あるので。まだあるんだ。そう、持ってきますね。はい。こちら、エコフロー専用の、このウェーブシリーズ専用のですね、窓マグネットシートです。これもすごいと思ったんだけど、結構、これ、作ってる人が多かったんだよね、今まで。DIY で。車の窓の形をしてるわけですよ。はい。こうやって。ここ、ダクトの出口がここにあって。すごいこれ車の窓から出せるっていう。すごいやつが出ました。これは別売りで。別売りですね。これちょっとつけてみようと思うんだよね。まあ、こんな感じ。ぴったりではなくなっちゃうけど、どうですか？すごいっす。これで窓を開けたら筒出せるんですよ。そう。ちょっとこれでね、筒のとこがちょうど見えない。ちょっとこれで、窓を開けますか。ここまででいいんだよね。今窓開けたので、例えば本体を真ん中に、この間に置いて、こんな感じ。すいません、これ。じゃあ。どこにいるんだ？ちっちゃい方、これかな。すごい熱い感じが。ちっちゃい方。はい。出ましたか？出ました。はい、じゃあでっかい方。なんか上取れちゃってますね。取れちゃいましたね。出せた。裏表がないから、ほら、リバーシブルだから、運転席でも助手席でもいけますね。すごい。こんな感じになったと。これでちょっと隙間もキュッとすご埋めれるんで。なるほど。虫もね、こっちも入んないようにね。で、こっちから吸っていて、こっちから熱風が出てくると。これ嬉
しいですね。ね、楽だよね。うん。で、すごいな。そうすると、この中には冷たい空気だけが循環するという感じなんだけど、なんか水が出ないシステム使ってたような。溜まるんだったっけ、どっかに。それを捨てるんだっけだったかな。ちょっと、こんな感じかな。うんうん。部屋閉めちゃってね。そう。いや、もう最高です。すごいな。すごい。ちょっと閉めてみましょうか。はい。おー、すごい。マックス違うボタンなかった？これです。おー、マックス。うわー！マックスボタンの方が風量一番大きくするやつよりもさらにマックスのがすごい。そうだよね。ここにほらなんか、これ水のボタンじゃない？あ、それで今押したらゴミ箱マークみたいなのが。あ、これが、なるほどね。ちょっと出すボタンにしますよ。はい。排出。まだないんじゃない？ない。まだ多分お水がないと思う。多分、ここのボタンで捨てるマークと溜めるマークを切り替えて、ここに水を出さずに溜めておけるんじゃないかな。すごい便利じゃない？うん。そしたらいいですよね。うち前それで一回事故ってるからね。布団全部びしょびしょになりましたからね。そう。へえ、すごい。わかりやすくていいですね。うん、すごい。いやー、涼しいんじゃないですか、これは。じゃあだいぶ。しかもなんかこのさ、ライティングとか、そういうクールな涼しいイメージをもたらしてくれる。これ多分暖房だとオレンジになってたと思うけどな。あ、そうなの？これ暖房？おー、ほんとだそう。もう一目でわかりやすいね。しかもこう音もさ、高級感があるね、ボタンの。これ今暖房にしました。へー。あったかいの出る？あったかいの出る。こんなすぐ切り替わるの？あったかいマークはこの太陽マークみたいなやつだ。わかりやすい。もう上がってきたよ、温度。上がってきてる。どっから出てる？最初ここから出てたけど、そうなんだ。そんなに出なくなってきた。すごい。もう20度まで車内が上がってきた。除湿もありますね。この水滴みたいな？オートもある。快適温度に。へー。おー、すごい。これは結構効く気がするな。効く気がする。やっぱ一番パワフルだし。そうだね。すごい。わかった。やっぱ水タンクが内蔵されてて、ここに今カップのマークがあるじゃん。このカップのマークが満タンマークになったら、この水の量が変わるんだって。で、排水モードっていうのをやっぱこれやると、排水モードになるらしい。だからこれ溜まるまでは、ドレーンつけなくても、動かせるみたいね。めっちゃすごい。それはめっちゃいいね。確かに。常々出なくていいね。そう。だから、このホース取っててもいいみたいよ。おー。これ今、強制排水モード。出た。強制排水されました。されましたね。一応、水あったんだ。ちょっとあった。長押しすると強制排水でした。この排水ボタンを、長押ししたら、強制排水。一回で全部は出ないんだね。でもほぼないんじゃないですか。ほぼない。これ便利。それは、車でも結構安心して使えるわ。水こぼれ問題嫌だよね。ハルピンはどうですか？めちゃくちゃいいと思います。いいよね。だいぶ進化してますよね。ここが、こうだったらいいのにっていうところが、いくつも進化してて。確かに。素晴らしいです。今はさ、専用のさ、バッテリーで稼働してたんですけど、こっちのコンセント稼働したらどれぐらいの電力を使うかっていう気になりますよね。気になります。使うのはこのエコフローのデルタ2マックス 2000W のバッテリーですね。起動に何ワット使うか。虫が入ってきた。今 100% あります。はい。エアコンを動かすのにどれぐらい電気を使うかっていう感じで。はい。そうすると、よいしょ。今動き始めました。コンプレッサーが回ると結構電力を使うと思うんだよね。でもこんぐらい。でもマックス使ってる？360、まだ上がるか。止まったな。このぐらいですね。450いくかなぐらいまで動くんで、結構
省エネかもしれない。これでやっぱ4時間ぐらい動かせるっていう計算ですね。これで4時間動かして、でもバッテリー取っときたいしってなったら、専用の外付けバッテリーも使えば、なんとかいろいろ使えると思います。結構マックス暑い時間帯だけつけて、結構夜中とかはキャンプ場とかもさ、若干下がるじゃん、気温が。で、この涼しくなった気温の残りがで、朝まで頑張れば。っていうか、例えば22度とか23度って設定したら、その目標温度になったら、結局、自動的に止まるから、これをずーっとこのワット数使うっていうことじゃないんですよ。確かに。そう駆使すれば、1泊2日のキャンプ、車中泊、乗り切れそう。全然快適だと思う。ね。夜の寝苦しさは、もう絶対これで解決できる。解決できる。テントだとしても。っていうのはありますね。音もね、これぐらいだったら、まあ迷惑にならないんじゃないかなと思いますけどね。車内にあるとか、テント内にあるなら。44デシベル。じゃあ次の冷蔵庫持っていきたいと思います。はい。はい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 。これはすごいでいいよ。はい。すごい。これ、今こっち開きか。こっち開きにもできる。あ、すげえ。両方開く。すごい。両方開くじゃん。こうやって向かい合わせで座ってたらどっちの人も撮れるじゃん。宇宙ステーションみたいなさ、こうかっこいい未来型のデザインみたいな。ね。かっこいいんだろう。すごい、両方開きます。いや、この取って便利だったわ。あ、ね。こんなにがっちり開くっていうか。ね。エコフローの新作冷蔵庫。グラシアクラシック。グラシアクラシック。グラシアクラシック。これ35です。これで 35？エコフローグラシアクラシック35って書いてある。ちっちゃいタイプでこれ。十分なんですけど。グラシアクラシック35って書いてありますね、これ。すごいなんか車の高級車の書き方みたいだね。ということなんで、じゃあ45と55っていうサイズもあるみたいですね。これは35。冷蔵庫としては25度から4度まで。冷凍時は25度からマイナス18度まで冷却可能ということです。これは35リットルで、別サイズの45リットルと55リットルは、仕切りがあって冷凍と冷蔵、部屋を分けることができるみたいですね。これは一室モード。35リットルはコーラが58本入りますという。いや、コーラ。そうなん。コーラが、どのコーラ ?500 ミリってことですか？ペットボトルってことですかね。で、全モデルで2リットルペットボトルを縦に収納できる設計となっております。なるほど。はい。低消費電力で高い冷却性能ということで、なんか壁もちょっと厚めになってるみたいで、厚いね、確かに。分厚い、すごい。断熱材と高い密封技術により、長時間鮮度をキープできると。すごい。こんな感じだった。カゴが入ってる。まあ、深い感じになってて、ここの部分がちょっとした小スペースと、こっちが大きいスペースになってます。で、確かにここの壁が厚くて、っていうのと、ここもすごいなんか、しっかりしたゴムが入ってて、密閉がすごそうだね、これね。で、さっきみたいに反対側からも開くと。これは便利。すごい。結構ね、この問題ありますもんね。ある。こっちかとか、積んじゃってからとか、車に設置するときも、置いちゃってから、うわ、こっちじゃなかったかとか。ね、意外とありますよね。いや、いいんじゃないですか、これ。このコンセント接続ももちろんあります。はい、コンセントね。で、これがシガーソケットでの接続も可能と。この冷蔵庫も専用バッテリーが別売りであるみたいなので、それをつけると単体で動かせると。なるほど。はい。すごいですね、もう。至れり尽くせりセットですね。ちょっと持ってきます。はい。これ。なんか、ちっちゃ。ちっちゃいね。残量あるんですか、これ。1個だけだけど、まあちょっと入れてみようか。それが多分ここなんだね。ここを、これもすごいちゃんとこうスライドで。これね、結構地味にいいんですよ。こうパカって開くやつだと結構ね、車の中とか邪魔になるから。これで、入りました。スイッチ入れてみましょうか。中押し。入った入った。設定温度が今マイナス20度マックスってなってるけど、エコマックス。
エコにしようか。うん。で、まあ、設定温度が、冷蔵だったらまあ、2度とか3度ぐらいにいつもしてるかな。あ、でも電池があと1個なんで、あとまあ、1時間、1.8 時間とかは動くみたいな感じで書いてあるね。で、バッテリーでも動くし、コンセントでも動くから、はい。この車だったらどこにセッティングしようかな。ダメか。開かないわ。すごいぴったり。ピッタだった。で、まあちょっとめんどいけど、こう出して、開ければ。っていう。めちゃくちゃいいじゃん。ね。現場に着いてからね。はい。こう出しとくとか、下ろしてもいいし。なるほどね。で、これも同じくアプリで設定ができるという感じですね。エコフローのアプリ1個でいけるから。あ、こう、型が違うからっていろいろアプリを落とさなくても、そう。1個でできる。そう。今見たら、ちょっとこれまだ発売前なんで、アプリなかったけど、同じエコフローのアプリの中で、冷蔵庫とか、エアコンとか、バッテリーとか動かせるから、1個ずつアプリを変えなくていいからさ。ああ、いいね。楽ですね、それも。なんか、それこそ今こうやってスライドしたいじゃんか。そういうスライドレールみたいなのも売ってますね。やばで、音も作動音 38.5 デシベルっていう感じで、前よりも小さくなってるってことです。重さは35リットルは 20.5 キロ。はい。45リットルは 23.2 キロ。55リットルは 25.3 キロ。以上となります。いや、いいですね。いつもこの時期花粉で終わるんだけど。なんかあんまり感じないですね。一時だった。でもこの間、オフ会でも言われたんですよ。太郎さん、花粉大丈夫なのみたいな。確かに。大丈夫ですって。毎年結構大変だもんね。毎年結構大変。で、医者行きたくないからさ。まあ、認定はされたくないよね。そう。はい。ということでですね、今回は、まだね、ちょっと4月なんですけども、今年新型として発売されるエコフローさんの Wave3 エアコンですね。冷房暖房が使える Wave3 と、ポータブル冷蔵庫のグラシアクラシック、こちらは35リットルでしたけど、レビューの方させていただきました。エコフローさんはだいぶ進化して進化が止まらない家電、もそうだけどさ、どんどん進化していってて、形もさどんどんスタイリッシュになっていってて、すごいなって思うばかりでした。そうだね。はい。まあエアコンに関してはいつもね、確かにこの時期やるとめっちゃ冷たいの出るじゃん、めっちゃ効くじゃんって思うんだけどね。またね、40度近い炎天下になってくると、今日みたいには効かなくなってくると思うんだよね。まあそれでも、やっぱあるだけでだいぶ快適度は違うから。違います。寝つけますから、ちゃんとね。そうそうそう。キャンプでテント泊で、真夏にね、キャンプ行った時に、風もあんまない日で、なんかね、熱帯夜だったんだよね、たまたまね。もう全然寝れなかったんですよね。夜ね、3時4時ぐらいまで寝れなかったんだよ。今でも覚えてるわ。もうなんかね、汗が、変な感じで汗かいててね。なんかそういうのも、まあ、これがね、あるとめちゃくちゃいいと思います。僕はなんか自分がキャンプ場やるなら、これをもうレンタルで置いときたいぐらい。本当に今ね、前と違ってやっぱ今の暑さは、かなり厳しいというか過酷すぎる。そうね。危ないから。なんか冬も夏も、どんどん激しい夏になると激しい冬になってるからさ。まあそれでもね、やっぱアウトドアには行きたいんで、こういう文明の利器を使って楽しむしかなくなってきてるから、趣味なんでね、どこまでお金をかけるかっていうのも、まあそうですね。人それぞれだと思うから。まあ夏は出かけないっていう人もね。そうだね。僕らはやっぱり、こう長い旅にも出たりするし、ニコメリがやっぱいるから、この辺はもう電気の力でどうにかなるなら使いたいっていう派なので、そうですね。自分たちだけならある程度我慢しますけどね、ワンコもいますし、お子さんいる方とかねもそうですしね。でエコフローのやつはね、アプリで全部制御ができるから、まあそこも安心かなと思いますんで、気になった方概要欄の方チェックしていただければと思います。でエコフローさん毎回確かセールというかさ、来たキャンペーンだ。キャンペーンいつも入れてくれてますよね、確か。太っ腹ですよね。あ、そうですね。キャンペーンがちゃんとあります。はい。4月28より EC サイトで予約発売開始となります。で視聴者の皆様には限定 5% 割引クーポンを提供いたします。はい。っていう風に書いてありますので、気になってる方がいらっしゃれば、ぜひ活用してみてください。で、一応ね、僕らが今使ってるのはデモ機になるので、もしかしたら
若干仕様が変わるっていう可能性はあるみたいなんだけど、まあいつもそう言ってあんま変わんないっていうか、ほぼ変わってないから大丈夫だと思うんですけど、一応これはデモ機になりますので、そこだけご了承くださいということで、はい、僕らもね、またこれすぐお返ししちゃうんですけど、今年の夏ちょっと使わせてもらえたらありがたいなと思うので、はい、実践レビューができる日があれば。そうですね、はい、やっぱリアルタイムでその真夏に使うっていうのはやってみたいですからね。それができたらまた動画にしたいと思います。はい、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録の方もしておいていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら、斉藤でした。ありがとうございました。今日2個目に出てこなかったな。確かに。見てはいたけど。